明けましておめでとうございます。とうこママです。子供6人を育てる母です。2026年1本目の動画です。今年も多くの方に楽しんでいただける動画をたくさん公開していきますね。お年玉プレゼントのレシピも用意しているので、最後までぜひご覧ください。主人の実家のお父さんから手作りの野菜がたくさん届きました。立派な白菜はなんと3玉。1玉はお漬物用として塩漬けにします。この白菜は4等分して2、3日日陰で干していました。塩漬けした後に洗ってもいいのですが、無農薬野菜なので虫がついていたので先に洗っておきます。漬物用の厚めのビニール袋を使って漬けていきます。塩は白菜の重さの約 3%。 精製塩ではなく海の塩を使ってあげると美味しい漬物になります。白菜に塩をすり込みます。葉っぱの部分より根元の白い部分は塩が入りにくいので、根元にしっかりと塩をすり込みます。今回のお漬物の作り方は2度漬けといって、1回目は塩だけで漬けて、2回目に昆布や鷹の爪、柚子などうまみのあるものと一緒に漬けます。最後に白菜の外葉、いつもは捨てる部分をのせます。干して水分を抜いた白菜ですが、ここにコップ1杯の水を入れます。あとは白菜の2倍量ぐらいの重さの重しを置いて、3、4日水が上がってくるまでつけておきます。庭の木で採れた柚子もたくさん届きました。白菜が使ったら柚子と昆布を入れてお漬物にしようと思います。お父さん手作りの干し柿。最近は手作りする人も減っているのでありがたいです。この干し柿は甘くてすごく美味しいですが、子どもたちはこのままだとあまり食べてくれません。今時の子は美味しいおやつの味を知っているからかもしれませんね。そんな子どもたちも喜んで食べてもらえるように、米粉の干し柿パウンドケーキを作ります。干し柿はドライフルーツなので、パウンドケーキに入れても美味しいはず。干し柿のヘタと種を取り除きます。たくさんの干し柿をもらったので、今日はパウンドケーキ2つ分。1つに干し柿をたっぷり2つ分入れようと思います。細かく刻みます。残った干し柿は白菜や大根と一緒になますにしたり、白あえの中に入れても美味しいですね。はいはい、大丈夫かい？起きたね。ちょっと待ってね。おーよ、はいった、起きた。5ヶ月になった息子は日中も起きている時間がだいぶ増えてきました。
今日作るのは米粉を使ったパウンドケーキです。最近は子どもたちによく米粉を使ったお菓子を作っています。米粉を使うことでグルテンフリーになり、干し柿やレーズン、バナナを入れることで砂糖の量も減らせます。毎日の育児や家事、仕事で忙しくても簡単に作れるようにした我が家の定番のおやつです。毎日のおやつだからこそ、なるべく簡単に、そして体に負担のないものを。でもおやつは子どもたちにとっての楽しみなので、喜んでくれるようにと考えたレシピです。今作っているのは干し柿のパウンドケーキですが、季節ものなので、今回お正月のお年玉プレゼントとして普段からよく作っている米粉のバナナパウンドケーキのレシピをプレゼントします。概要欄の公式 LINE からパウンドケーキと記入してキーワードを送ってくださいね。米粉のバナナパウンドケーキのレシピが届きます。パウンドケーキ以外の言葉が入ると届かないので注意してくださいね。使う米粉はスーパーに売っているものだとうまくいかないこともあるので、レシピをよく確認してから作ってください。皆さんのご家庭の定番のおやつになると嬉しいです。干し柿をたっぷり入れたので、なかなかの重量感です。今日のパウンドケーキは2つ分分けて入れていきます。最後に少し上から落として空気を抜きます。180度に予熱したオーブンで40分ほど焼きます。出来上がりが楽しみです。実家から里芋とネギも届きました。今日は山形の郷土料理芋煮を作ります。とは言っても私は関西出身なので、本場の芋煮を食べたことはありません。出張で山形に行った主人が山形で里芋と牛肉を煮込んだ芋煮を食べてきて、それがすごく美味しかったからまた家で食べたいとのことで、もう10年ほど前から我が家でもたまに作っています。里芋は濡れるとぬめりが出るので、洗う前に皮を剥いていきます。
干し柿のパウンドケーキが焼き上がりました。ふっくらしていていい感じです。型から外して粗熱を取ります。芋には少し手間がかかるので、子どもたちが帰ってくる前にある程度仕上げておこうと思います。秋になると河原に集まって大きな鍋を囲み、みんなで芋煮を作って食べる芋煮会という行事もあるほど、山形の人にとっては秋の風物詩のようです。食べやすいサイズに切ったら水でよく洗います。こんにゃくはスプーンで切ると断面が多くできて味しみが良くなります。子どもたちはこんにゃくが大好きなので、たっぷりと2枚分使います。ごぼうは乱切りにしておきます。里芋、こんにゃく、ごぼう、まとめて下茹でしておこうと思います。芋煮のだし汁は昆布で取っておきます。立派な長ネギ、これもお父さんが育てたものです。最近は子どもたちもよく食べるようになってきたので、無農薬の野菜は本当にありがたいです。粗熱が取れたので、パウンドケーキをラップで包んでおきます。小麦と違って米粉はすごく乾燥しやすいので、しっかりと密閉しておきます。パウンドケーキは生地が落ち着いた翌日が食べ頃ですが、焼きたても食べたくなっちゃいますよね。ふっくらと綺麗に焼けました。おやつあるからさっき洗っといで。あ、そうだ、おやつ忘れてた。今日お菓子いっぱい食べた。下の子たちも帰ってきました。お菓子、菓子どこ？ケーキ？パウンドケーキ焼いたからお手手洗っといで。こちらもお手手洗っといで。今日準備を進める。一番大好き。やったー。こんな日まであるので最高に最高。いやー、食べたから嬉しい。その中に今日干し柿入れたの。入れた。切ってあげる。切って。じゃあ開けるね。2個って言ってない、2等分って言った。もうそう。これちょっと待ってしまって。なんかバナナの味する。バナナじゃなくて柿だよ。干し柿入ってる。甘いでしょ。いいよ、そのままでもいいよ。食べたい。これあれ、じいじあれだと思ったのに。が作った干し柿だよ。
あれだと思ったら違かった干したやつ。この中にこの形のもうちょっとちっちゃいサイズの中にチョコが入ってる。チョコが入ってる。違うよ。干しあれ柿。か美味しい。あんこデザートがあったのまだ芋煮の調味料を合わせておきました。お醤油とみりんとお酒入れて、うん今日はじいじがいっぱい送ってくれた里芋を使って芋煮だ。ママじいじがさ送ってくれた。じいじがさほらいっぱいお野菜送ってくれたから大変。毎日ほら白菜と大根と里芋にネギにいっぱいあるよ。今冷蔵庫いっぱいだから。明日のお弁当に入れるぬか漬けを仕込んでおきます。大根もお父さんの手作り。1本は大根と柚子の甘酢漬けを作りました。自家製のぬか漬けは野菜を入れる前に全体を混ぜ合わせておきます。野菜に塩をして半日ほどつけておきます。今日は大根ときゅうりですが、カブや白菜、キャベツ、何をつけても美味しいです。平らにならしたら蓋をして冷蔵庫にしまっておきます。芋煮に牛肉を加えます。鶏肉が大きさ挟みにいっちゃう。醤油と砂糖で甘辛く味付けするのが山形の定番の芋煮ですが、地域によっては豚肉を使ったり味噌味だったりといろいろな芋煮があるようですね。せっかくなので今日は牛肉もたっぷりと用意しました。アクが出てきたので取っておきます。残り半分の調味料を加えます。砂糖が。最後にたっぷりと長ネギをのせます。途中なんだけど。絵本読むの？一冊だけでもいい？ご飯作れない。それじゃない。どれ？いいや。はい。積み木でトントン。で、怪獣歩くんだよね。で、積み木と積み木並べて2つトントン。もう一つ積み木を持ってきて。これ取って、ママこれ。濡れちゃう。立って。じ
じゃがいもは炒めて、あとサバもあるんだよ。これもパパやった。サバみんなが好きな次に作るのはサバの竜田揚げ。近くのスーパーでこの骨取りのサバが10枚入って980円で売っている時があるので、その時に買って冷凍庫で保管しています。塩味がついていないので、焼きサバ以外にもいろいろと料理に使えて便利です。あ、どうしようかな。あ、おかえり。これ何？今日は芋煮。だっとさ、いいけどさ、汚い手で。すき焼きじゃない、今日芋煮。絶対これすき焼きじゃん。すき焼きみたいな感じだね。ちょっと。クッキー作ったの？ママ。はい。今日はさ、姉ちゃんがゆず湯の日だからゆず持ってきた。ゆず家にいっぱいあるんだけど。じいじが作ったやつ。じゃあそのまあ今日ゆず湯する日なの？ゆず湯の日らしい。冬至か。冬至だ。はいはいはい。竜田揚げの調味料は醤油、酒、みりん。塩サバを使うときは醤油の量は調整してください。サバの臭みを消す効果のある生姜はたっぷりとすりおろしておきます。全体が浸かるようにして10分ほど漬け込んでおきます。チョコは実家からの野菜瓶にはじゃがいもも入っていました。よしと。飽きたね、向こうで寝てるのもね。見に来たの？これセットのやつでしょ。じゃがいも。チーがこれくっつけて作る。ほら、手出そうとする。ほら、なんか気になる。セットじゃない。じゃがいも。ちょっと待ってね。じゃがいもは千切りにして炒めるだけのガーリック炒めを作ります。じゃがいもは太いと火が通りにくいので細めの千切りにしておきます。大きめのじゃがいも3個分、水にさらしておきます。冷蔵庫にピーマンとパプリカもあったので一緒に使っちゃいましょう。緑と赤が入ると色合いも綺麗ですよね。あとはサバの竜田揚げとじゃがいものガーリック炒めだけ。子どもたちもお腹を空かせているので急ぎます。どうかな？どうかな？一だけ。おいしい。手伝い？おう、ちょっと待って。ちょっと待って。手伝いするの？玉ねぎかな？よいしょ、OK。油にニンニクの香りを移したら千切りにしたじゃがいもを入れて炒めます。よいしょ。ポテトじゃない、じゃがいも炒めだ。よいしょ。はい。
てないよ。あ、よく炒めてよ。かけてないのがある。あ、ちょっと待って。本当に重いから気をつけて運んでくれる。いいつけるまで。待ってよ。火消えてる？消えてた。その横でさ、お魚やりたいな。よいしょ、ピーマン入れるよ。わあ、色きれいだね。色きれい。まだ残ってるよ。はい、ごめん、ちょっとさ、こっちに移動して。ママこっちでお魚やっちゃうから。はい、あと少し炒めたらおしまい。はい、よっしゃ。こっちでお魚をママと隣だね。隣だね。そんないっぱい。油入れて。ピーマン食べれた。ピーマン食べれたの？お塩してあるよ、今日ね、塩と胡椒だけ。よいしょ、塩と。美味しかった。ほんと、これで OK だ。美味しかったんだよ。そうなの？じゃあちょっとだけ味見させて、熱いからな。いいよ。どうかな。あとピーマンは？美味しい、バッチリ。火止めるよ。はい、完成。なんだい。よいしょ。今日は三女が炒めてくれました。じゃがいもとピーマンのガーリック炒めの完成です。最後はサバの竜田揚げ。ペーパーで水分をしっかりと拭き取ります。ビニール袋を使って片栗粉をまぶします。カリッと揚げるためにここでさらにペーパーで水分を拭き取ります。最近は意識してお魚も食卓に出すようにしています。焼き魚や煮魚、子どもたちもお魚はすごく好きなようです。竜田揚げは大好きなお魚メニューの一つです。おいしそう。もうご飯だからね。よいしょ。ねえ、もうご飯だよ。いい？聞いてるんかい？準備してよ。盛り付けは子どもたちにお任せ。あとご飯入れてよ。竜田揚げの横にはキャベツの千切りを用意しました。ねママ食べる人おいみんなこれ欲しいかします。これじゃんけん。これ増やしたい竜田揚げを食べたい人。はい。うまいですやん。あ、もつ煮開けるよ。もつ煮じゃなかった。何？今日なんだっけ？芋煮開けるよ。いくよ。あ、ちょっと待って。芋煮。芋煮。おー。よっしゃー。すき焼きだイエーイ。今日の晩ご飯は今の季節に食べたい芋煮など実家から届いたお野菜をたっぷりと使いました。みんなで晩ご飯にしましょう。いただきます。あ、入れてあげるわ。今日は芋煮で里芋がいっぱい入ってる。今日のメインって何ですかこれ今日のメインは芋煮だよ。うまい
美味しいでしょ。すき焼き大好き。もう里芋うまくね。すき焼きみたいな味する芋に。じゃあ。さていただきまおかわりしての？レモンに合わせる。す。芋煮どう？やばいことした。これは違うの。これにかけてるつもりが。牛肉入ってんだもん。どうなの？おいしい。芋煮どう？おいしい？天ぷらも給食に出てて。皮がわーお野菜。食ったんじゃねえんか。もうなくなっちゃいそうだね。すき焼きだもん。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録お願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。ひらり家のご飯公式 LINE からパラパラチャーハンの作り方など無料動画を3本プレゼントしています。詳しくは概要欄をチェックしてね。また次の動画でお会いしましょう。